ネタが一応ありました。作ってもらった特注のシャワーパン。おはようございます。皆さん、バッパーショートです。今日なんですけど、目が腫れてるんですけど、こんな目腫れと場合じゃないです。皆さん、ついにやってまいりました。シャワーの本体がやってまいりました。ということで、今回僕たちが使用するシャワーはこんな感じです。イエース。こんな感じのシャワーを使います。ルースさんが、スコットランドに帰る前に選んだやつなんですけど、そういうのはルースさん任しとったら OK っていうことで、僕は取り付けていく係なんで、これはこんな感じでね、シャワーになります。結構ちっちゃくてシンプルで、ブラックなんですけど。で、この先が、ホースつながって、で、こっちですね。イエース。目張ると言うとられへんわ。見てください。こんな感じです。こんな感じのミキサーがつきます。こんな感じで、シャワーのお湯と水を調節できる感じです。こんな感じでね。で、上につながって上からこのホースのシャワーが出るって感じです。今回なんですけど、とりあえずここの配管までして、実際に今日は、水のタンクからヒーターからポンプからここまで実際にちゃんとね、うまいことつながってるかどうかっていうのをちょっとチェックしていきたいなと思います。とりあえずこれね、これをつなげていきます。このミキサーを。とりあえずこれでエルボーをかまします。これね、シールテープ巻くんですけど、シールテープ巻いて、こんな感じでエルボーかまして、で、下からこう水が上がってきます。で、次、前回もちょっと使ったホンダ製作所の継ぎ手、めっちゃ高級感あります。この継ぎ手をここにぶち刺して、金っていうのがええね、ほんま。で、ここからパイプが上がってくるって感じです。はい、ということで皆さんこんな感じで、とりあえずね、できました。固定。全然、こんなこと感じにしてもブレません。車が動いてもブレませんって感じですかね。で、これを、ここに、こうつける感じです。ちょっとやっていきます。さて皆さん、こんな感じで、シャワーの方準備できております。ホールソで穴を開けてすっぽり配管が通るようにもなってます。こんな感じです。スポッと入る感じです。まだ固定はしてないです。で、ここから上にシャワーのヘッドの方に行くのと、下から水が上がってくるんですけど、そこの部分をつけていきたいなと思います。今からね。前回、もっともっと前からね、1ヶ月2ヶ月前にウォータータンク、あそこにあるんですけど、ウォータータンクから、あそこのポンプ、そこからヒーターっていう動画を出したんで、まだ見てない人おったら皆さん見てください。最後なんですけど、ポンプから来て、ヒーター来て、最後2つね、ここで終わっております。ここで、こっちがホットウォーターで、こっちがコールドウォーターなんですけど、ここで切れてしまってます。これからどんどんくっつけていかないといけないんですけど、前に皆さんにシェアしましたかね、このアウトサイドシャワー。アウトサイドシャワーもつけました。これはビーチとか行った時とかに、ちょっと外でシャワー浴びたいなっていう時に使えるシャワーでございます。夏とかね、よく使いそうなんですけど、こっちもホットウォーター、コールドウォーターっていうのがあるんですけど、あそこの配管からこうつなげていって、ここに枝分かれさせて、で、最終的にここのシャワーまで持っていきたいなと思います。ということで、水回りは計3箇所ですいません。ここのインサイドのシャワーと、アウトサイドシャワーと、でね、こっちの方にシンクも来るんで、シンクの方の配管も枝分かれさせておきたいなと思います。今のうちにね。はい。今回も、ホンダ製作所さんの、アルミ3層管を使ってやっていきたいなと思います。はい、アルミ3層管は、すごいね、こう、エルボなしでもグイーンと曲げれたり、強度もあるし、しかも軽量ですごい使いやすいんで、今回も使わせてもらおうかなと思ってます。で、こう切った後、もう今回もめっちゃ短いすぐなんで、切った後、できるだけまっすぐ切らなあかんのですけど、切ってないのまっすぐ。で、この専用のクリップで巻きします。
頼むぞ。イエス。聞こえました皆さん、カチッっていうそういう音が鳴ります。でこれをつけてつけました。確認のこの白いラインが見えてたらいいらしいです。今からなんですけど、こう水とホットウォーターがここまで来たんで、次ねここにどうつなげるかっていうことなんですけど、今回僕たちコーナーで持ってきたフレキをね使いたいなと思います。フレキをこういう感じでここにつなげていきたいなと思います。で反対も同じ、シャワーの前にこうバルブをつけることによって、もし使わない時とかはもうずっとこう閉じ取っていいし、中からでなんかこれが調子悪いなってなったらバルブ止めてこれをちょっとなんか修理したり、バルブはね、シャワー、こっちのシャワーもこっちのシャワーもキッチンの前も1個ずつ全部入れたいなと思います。はい。さて皆さん、ついにここまでやってまいりました。ついにやっと水回りの最終です。これがついてほぼ水回り終わりやぞ。よし、入った。よし。さて皆さん、ようやく着きました。これでこんな感じです。ホットウォーター、コールドウォーターみたいなでこう出してこんな感じでできるようになります。ラブリー。ここで、ストップできるようになってます。この辺キッチン来るんですけど、メンテナンスで止めたりできるようにって感じで、アクセスできるようにって感じで、ここは多分開けとくと思います。でキッチンの中なんでどうせ隠れると思うんですけど、で、横に行きまして、アウトサイドシャワーの方もできました。こっちはまだもうちょっとかかります。キッチンのシンクがこれからどうついてくるかわからないんで、あそこで一旦ストップです。はい。さて皆さん、今からなんですけど、実際にこの JP ヒーターとつなげてホットウォーター出るかどうかっていうのを確認と、ウォーターパンプもつけて実際にシャワーもちゃんと出るのかなっていうのをちょっと確認したいなと思います。漏水チェック。これでどっかプシューンでもう爆発してまうかもしれへんし、もしかしたらどこから漏れがあってするかもしれないんですけど、ちょっとねここはちょっとチェックしとかないと後々水ブワーってなったら困るんで、今のうちにちょっとチェックしておきたいなと思います。ということで OK ということで皆さん、スイッチをオンしました。ということで早速 JP ヒーターの方をちょっとオンしていきます。お湯のところがオフ、エコモードが40度でホットが60度なんで、ホットにセッティングしてちょっと待っておきたいなと思います。さて早速 JP ヒーターの方が動き始めました。多分ちょっとホットウォーターが出るまでちょっと時間かかると思うんで、温めるんとかそれも何分ぐらいかかるのかなっていうのもちょっとチェックしていきます。ということで今からポンプもやるんで緊張の一瞬です。皆さんやばいぞ、出るか。大丈夫か。今のところ漏水は大丈夫です。ポンプも動いております。大丈夫か。おやばい。OK、大丈夫。ちょっと水漏れてました。ここちゃんとバルブ閉めてなかった。ちゃんと大丈夫か全部。ねえ今頃目覚ましいらんって、アラームいらんって今頃っていうことで、今のところ漏水は大丈夫そうです。水漏れ大丈夫です。皆さんポンプも正常です。アキュムレーター正常です。パイプどこも水漏れありません。ちょっとだけここちゃんと閉めてなかったんで水漏れあったんですけど大丈夫です。今のところ水漏れあります。ちょっと水漏れてる。ここホットウォーターのところち
ちょっとどうしよう。やばいやばいやばい。ここ漏れてる。水漏れてる。どうしたらええんや。とりあえずポンプを止めて。やばいやばいやばい。結構漏れと漏れと。つなぎ目や JP ヒーターの。ここ JP ヒーターのここね、皆さんホットウォーターが出てくるところがちょっと漏れてました。まあ今めちゃめちゃ強く締めたら漏水は止まってる感じです。とりあえず現在今、JP ヒーター炊き出してから12分経過してます。まあお湯とか今どんな感じかなっていうのをちょっとチェックしてみたいなと思います。はい、とりあえずまずこのアウトサイドシャワーからちょっとチェックしていきたいなと思います。大丈夫かな。おお、やばいやばい、水漏れた。水漏れ。おい、やばいやばい、水漏れや。全然あかんやん。ちゃんと閉まってないな、これ絶対。あ、閉めるお前とやん。水漏れパラダイスやん。これで大丈夫かな。こっちは水側です。オンしてます。あ、大丈夫ですね。線ちゃんと閉まってます。あ、こっちはスーって言ってるからまだウォーターが入ってきてないんか、ホットウォーターが。大丈夫か大丈夫か。おお、あかん。水漏れやばい。あかんな。あ、ここもちゃんと閉めてないやん。アホやな。大丈夫か。よし、これで大丈夫です。ホットウォーター、コールド。あ、まだ漏れよんだ。大丈夫か。ここは全然漏れてないね。ええ感じやな。まあシャワーちょっと取ってみて、コールドウォーター出るかどうか。イエス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 。出てます。今ちょっとコールドウォーターです。ナイス。熱いのも出るか試してみよう。イエス、めっちゃ冷たい。でホットウォーター入れてみます。ホットウォーターまだまだやな。お、熱いの出てった。おお、出てる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 。やば。中大丈夫か。ちょっとチェックです。中大丈夫そうやね。いや、ちょっとまだ漏れてるかもしれん。これびちゃびちゃや。とりあえず向こうシャワーオンにしてみて、でここ漏れてるかどうかちょっとチェックします。一人じゃ難しいぞこれ。ちょっと皆さん、なかなか一人じゃ難しいんで、向こうとりあえずオンにして、皆さん見とってください。ここ漏れてるかどうか。僕も走ってきますんでオンにします。ではシャワーオンします。大丈夫そうやな。大丈夫そうや。おお、やばい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 。まだちゃんと水が入ってないんか。なんかちょっと荒いぞ。ちょっと時間かかるのかな。現在なんですけど、水切れなんで水をタンクで汲んでおります。はい、やばいぞ。はい、こんな感じで今水が入ってます。で JP ヒーターさん次まで出ます。ここからぬくいぞ。今日は寒いから。全然安定してなかったんですけど、その理由が分かりました。このシャワーのこの上にあるこのスイッチですわ。このスイッチがあかんかったからちゃんと出てなかったんやと思う。見てください。あれこっちか。イエス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 。めっちゃいい感じです。しかもめっちゃ熱いです。今60度で水を加えると、いやーこれ快適やぞ。いやーめっちゃ暖かいですって。皆さんイエス出てます。めっちゃ暖かいの出てる。これは気持ちいい。これぜひ皆さんにもこう来て実際に肌で触ってほしいです。こんな感じのお湯が出てるんやねっていうのを。続きまして
このインサイドのシャワーちゃんと出るかどうかチェックしていきます。とりあえずバルブオープンです。怖いな、なんかバルブオープン。バルブオープン、ここ怖いわ。イエス、大丈夫そうです。大丈夫そうです。はい。で、チェック。ここ、ほんまに水が降るかどうか。このシャワーノブを開けると出てくれるはずです。お、ちょびちょび来たぞ、ちょびちょび来たぞ。イエーイ。いや、泣いてください、来てます。うまいこと来てくれてます。やばい、水漏れ全然ないぞ。で、温かいお湯。いや、めっちゃ温かいです。ナイス。来てくれてます。お、思いっきりした。結構勢いあります。熱い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 。やばいやばいやばい。熱いって。ナイス。成功や。問題なしです。水漏れ一切ありません。ここは。あ、水漏れてるわ。ここ漏れてるわ。いい。めっちゃ漏れてるわ、ここ。ここ結構のあれで漏水してるんで、この継ぎ目をちょっと直したいなと思います。結構漏れてるな。問題はですね、このやつがなぜかちゃんと閉まってなかったっぽいです。わからないです。こっから結構漏れてたんで、もう一回シールテープ貼り直してもう一回します。かもしれん。ということでですね、皆さん、とりあえず今のところ漏水全然なしです。ここのね、エルボのところがちょっと水漏れが結構あったり、この継ぎ手でこうネジの緩み、あんまりちゃんと締めれてなかったというのが多分漏水の原因だったと思います。でも今のところ全部完璧に漏水なしで、アウトサイドシャワーも OK、こっちのシャワーも OK、ポンプエリアも全部 OK、ウォータータンクエリアも全部 OK ということで、完璧ですね。配管、水回りの配管完璧でございます。今回気づいたのが、これからね、多分もしかしたらまた問題が出てくるかもしれん。どっか水漏れたりみたいな感じなんで、長年使っていく中で水漏れとかもあるかもしれないんで、こういうね、バルブのところとかは結構アクセスできるようにしておこうかなと思っております。怖いというより安心なんですけど、今のところもうないし、でも何があるかわからないんで、水漏れこれから 0% ではない 1% あるかもしれないんで、どっかアクセスできるようにしときたいなと思います。ということで、シャワーの配管の方やっと終わりでございます。次なんですけど、実際にシャワー作っていきたいなと思います。まだまだ道のりは長いんですけど、頑張っていきたいなと思います。ということで、アディオス、イエース、終了。